パッと見たものをこう頭に残ってるようなイメージで描いてる。すごいんです、これが。彼はね、白内障だから目が見えなくなってきちゃうんですね。色とかが分かんなくなってきちゃう。一瞬を人間の頭の中でどう映るか残すか。水の光にね、美しさを求めて彼は生涯ずっと水と光を追い求めていくことになるんです。Hello, this is Tonton Train. Yeah, how are you today? ということでね、この前ね、オランダのデンハーグっていう場所の美術館で、モネ展ってやってたんですね。モネ、知ってます？モネ展。印象派の画家のモネ。クロード・モネっていうんですけど、そのモネでね、息子たちも連れてって、それでこの絵がどんだけすごいんだっていう話を僕が語ってたんですよね。そしたら奥さんとか息子たちなんかポケモンやってる時より元気だよね、ポケモンやってる時より元気だよね、ポケモンやってる時より元気だよねみたいな話になってじゃあそれを熱く動画で語ってみたら面白いのかなと思ってちょっとねやってみようと思います。ということでレッツゴーということでクロード・モネさん、印象派の画家として知られているクロード・モネさんですが、19世紀後半だから1850年以降から有名になった方なんですけど、若い頃の作品が例えばこちら、これは庭の女たちって言われてます。20代の頃に描かれた作品で、庭で、女性たちがね、過ごしているような絵なんですけど、これが何がすごいかっていうところを簡単に言っていくと、当時は庶民を描くことっていうのがありえない時代なんですよね。サロンっていうものがあって、貴族が開催してるサロンがあるんですよね。でそのサロンで、なんて言うんでしょうね、貴族が画家たちを新しい画家を募集するみたいな会があって、その会に行って、行くこと自体すごいんですけど、行ってそれで貴族に認められると、じゃあうちの家で絵描いてみないみたいな感じになって、だからその当時は貴族に頼まれて絵を描くっていう状態だったんですよね。だから貴族の肖像画とかがあったり、あるいはその当時キリストを広めようっていう感じの社会なので、キリスト教関連の絵がいっぱいね、昔の絵だと残されてるんですよ。でそれがそれ残されてる理由はそれが一つで、だから貴族の絵がいっぱいあったりとか、美術館行くとね、そういうのがある理由、そういうのがいっぱいある理由がそれなんです。でそういった中で庭で、しかも室内じゃなくて庭で、一般庶民を描くっていうのがまた新しいんですよね。これはすごいことだなっていうところだったんですけど、やっぱりね、当時はね、新しいことっていうのは受け入れがたい時代なので、なんで庶民なんか描いてるんだっていう話と、あと影とかのところに違う色が混ざってたりするんですね。当時の描き方っていうのは、影は絶対ね、この黒だとか光の反射とか関係なく、もうこういう色で描きましょうみたいな一定のやり方みたいなのが決まってて、それじゃない描き方をしたので、また新しいってことなんですよね。もうちょっと言うと、外で描けるようになったっていう時代でもあるんですよね。技術が発展して絵の具を外に持ち出すことができるようになって、外で描けるっていうのがまた素晴らしいことなんですが、こういう作品があるっていうことを知っててください。モネといえば印象派ですが、その前の話ね。で例えばこういう絵も描いてます。ルエールの眺めって言います。これもうすごい写実的な絵の描き方、もうほんと写真みたい、写実的っていうのは写真みたいな絵ってことです。でね、雲が綺麗だったり、この
この絵の特徴は雲がすごく綺麗、で当時の師匠さんに習って、雲がすごく綺麗に描いてあったり、モネの最終的なところにつながってくる水面、水の反映っていうの、光の反射とかそういうのがすごく綺麗に描かれている絵です。だから彼の、印象派としての絵を見ただけだとこういうぼやっとした絵しか描けない、後でね絵見せますけど、こういうぼやっとした絵しか描けないのかなではなくて、全ての画家においてそうですけど、写実的な絵っていうのはぶっちゃけ誰でも描けるんですよね。頑張れば描けちゃうんですよ。変な話、練習すれば描けちゃうので、写実的な絵で有名になるのって結構難しい話なんですよね、実は。そのまま見たまんまを描いてるから、ぶっちゃけ。だけどだから僕が言いたいのは、印象派の画家だけどこういう綺麗なそのまんま見たなんかすごい写真みたいな絵も描けるんだよっていうことをねご紹介しておきました。で、印象派、すごい有名な絵はこちらですね。印象日の出っていう絵です。印象派の名の由来となった絵なんですけど、さっきの絵と全然違いますよね。すごいぼやーってしてて、曇りがかってるというか、ちょっと灰色っぽい感じでぼやーってしてる感じなんですよね。でこれを新しい絵だってことで、サロンに出展するんですね。それ自体が新しいことなんですけど、今まであった貴族の絵だとかしっかりカチッとした絵の描き方じゃない、それこそ本当に印象的な絵を描いたんですけど、当時は受け入れられないんですね。どうしても受け入れられないんですね。ちょっとこちら読みますけど、第1回印象派展の入場者は約3500人、それでも3500人来たっていう話ですね。でサロンが同じ1ヶ月間で約40万人を集めていたのとは比べるべくもなく、来場者の大半が絵を抽象しに来た客だった。売り上げもメンバーが支払った会費60フランすら回収できないという惨状に終わったってなってるんですね。だからサロンに一生懸命出す機会までもらって、グループでね、当時マネとかあとルノワールとかね、いろんなその後でね有名になっていく画家さんたちがいるんですけど、そのグループでサロンに出すぞ、やったー、印象派だ、これが新しいんだっつって出したんですけど、ほとんどの人がなんじゃこりゃって言って笑いに来たんですよね。最初に来た人があれ見てみ、なんか面白いことやってる、面白いって本当に悪い意味のね面白いっていう意味で見に行ってなんじゃこりゃみたいな感じで批判されまくったんですよね。やっぱりね新しい描き方っていうのはダメなんですね、当時はね。でももちろん中にはこれはすごいって新しいって言ってくれた方たちもいて、ちょこっとは売れたらしいんですけど、あんま売れなかったんですよね。ちょっと売れない。で、その後に、例えばこういう絵も描いてるんですね。日傘を差す女って顔が全然はっきりしてない。あと草原なのに違う色も混ざってる。で、何が言いたいかって、ここからね光がねちょっとね変わってくるんですよね、描き方が。ちょっとね白っぽくなってね、本当に印象っていうとまた漠然とした言い方ですけど、パッと見たものをこう頭に残ってるようなイメージで描いてるっていうところがねすごいいいんですよね。日傘を差す女、すごいの。これね反対向きの絵もあるんですよ。その面白いんですよ。あとこちらポンラ・ジャポネーゼっていうんですね。日本をちょっとモチーフにしてるんですね。で今後この絵以降彼は日本文化をねかなり取り入れて頑張っていくんですけど、頑張ってって僕が言うのもおこがましいんですけど、日本文化をものすごく取り入れていくんですね。でこの絵は赤い着物を着た白人女性が扇子を持ってヒュッてやってて、背景にうちわがいっぱいあるみたいな絵なんですけど、日本の文化がヨーロッパに入ってきて、これは新しい、ヨーロッパにとってね新しいっていうのが浮世絵だったんですね。要は版画ですよね。一色影とかがない一色的な描き方で、色使いも新しくて、あと構図も新しくて、だから今まで貴族の絵っていうとこう目の前にいる人を描くとか、風景にしても自分と同じ高さで絵を描いてたりしたのが、浮世絵とかいわゆる江戸とかのその商人たちがね橋を渡ってる絵とかって上から見てたりとか、あと雨の状態を描いてたりとか、そういうのが新しかったんですよね、ヨーロッパでは。でその着物っていうものももちろん新しくて、そういうのを描いた。
ですね。でこれ本当にね、これもちょっと写実的な描き方はしてるんですけど、ちょっと面白い絵なんですね。はい、ぜひ調べてみてください。もし美術館でね、展示されてるのがあればぜひ見てみてください。で彼は印象派っていう古典じゃないな、サロンでちょっと失敗しつつあったので、いろんなスポンサーを受けて旅をするようになります。で風景を描くようになります。で時代、最初に言ったんですけど、貴族とかしか描けなかった時代からちょっと変わってきて風景を描くようになったんですね。で風景を描く人たちも増えてきたんです。印象派っていうのが出てきたおかげで、あと技術の進歩でね、絵の具とかを持ち出せるようになったから。でいろんな旅をしてる中でいろんな風景を描いてって、結局彼がいっぱい描いたのは水なんですよね。水の光にね、美しさを求めて彼は生涯ずっと水と光を追い求めていくことになるんです。で、例えばね、ここオランダなんですけど、オランダのライデンとかハーレムとかでチューリップ畑とかね、さっき冒頭で出したこの風車の絵とかもね描いてるんですよ。すごい面白い絵なんですけどね、やっぱ住んでるとね、身近なものがモネが描いたってなるとちょっとね感動する、ぜひ探してみてください。で、彼は印象派の画家としてそれなりには名は知れてたんですけど、あるスポンサーの一言でちょっとアメリカに絵を出してみないみたいな話になって、アメリカに出展することになるんですね。ヨーロッパで売れない、自分はヨーロッパフランスのね出身なのでヨーロッパで売りたかったんだけど、ちょっとアメリカの方でもねちょっと売ってみないみたいな話になって、アメリカで、個展を開くことになるんです。スポンサーがついたのでね。そしたらアメリカで大ヒットしちゃうんですね。なんじゃこの絵は、印象派のそのぼやっとした失礼だけど今までにない絵がねものすごくヒットしちゃうんです。それでアメリカでバーンって売れて、その噂をヨーロッパに持って帰ることで逆輸入って形で、モネたち印象派のグループは国内ないしヨーロッパで、一躍有名になっていくんですね。でここでもう時代の人になっていくんですね。それが40代50代くらいになってくるんですけど、で新しいまた技法を出すんですね。で日本の影響をものすごい受けてて、連作っていうのをやるんですね。連作っていうと何っていうと、普通は今まではその一つの絵って完成されちゃって、終わるんですけど、連作っていうのは知ってる方もいるかもしれないですけど、一つのモチーフに対して、例えば朝はこうです、昼はこうです、夜はこうです、同じ角度とかから違う時間帯、違う天候、違う季節とかで描くっていうことをやりだしたんですね。連作で大連作ってなると一つのモチーフで25作品とか描いてたりするんですね。だからここにポコポコ出てると思うんですけど、これがね新しいんですね。なんで同じところで違うのを描いたんだろうっていうふうに思われるかもしれないですけど、同じものでもその季節や時間帯とかで全く見え方が変わってくるよっていうことをねやったんですよね。そのうち有名なのが積みわらってやつとか、ポプラ並木っていうとか、あとルーアン大聖堂、これが一番有名だと思うんですけど、ルーアン大聖堂すごいんです。これがものすごいんです。見え方が全く違くて、もう建物にね、生きてるようだみたいなすごい評判になって、彼はねものすごく成功するんですね。収入も経済的にも豊かになって、彼は家を買うことを決意して、そこで生涯ずっとね過ごすんですけど、そこをシベルニー村っていう、シベルニーっていう場所で、家と庭園を買います。で、結構ね広大な土地なんですけど、そこは今もね、見に行けるのかな確かで、そこの庭園に何をしたかっていうと、もうその日本文化すごい印象を受けたんでしょうね。日本庭園を作っちゃうんですね。そこで、橋だとか日本の木だとかを置いて、一番有名なところですよね、睡蓮、池にね睡蓮のハスの葉っぱとかね花を浮かべるんですよね。でそれをずっとねひたすら生涯にわたって、それこそ大連作描き続けるんですね。ただ睡蓮の花ばかりだけじゃなくて、バラの絵美術館にもあったんですけど、僕が行った美術館にもあったんですけど、バラの絵を描いてみたりとか、あと橋があったりとかね、いろんな絵を描くんですけど
もうねすごいんですよね。何を求めてたかっていうところがねだんだん変わってくるんですよね、年代を追っていくと。結局水と光なんですけど、彼はねずっとね水に映る光が美しいんだっつってそこをねずっと求めていってね描いていくんですが、60歳を超えると、彼はね白内障だから目が見えなくなってきちゃうんですね。色とかが分かんなくなってきちゃう。あと輪郭とかもねそれこそ本当にぼやけてきちゃって絵がだいぶ変わってくるんですよね。で当時の研究だとそれは白内障のせいなんじゃないかっていう、ものももちろんあるんですけど、あとね本当に見えないからチューブね絵の具ですよねにラベルに色の名前を本当に書いたり当時なかったらしいんですけど、今だったらね周りに青だったら青いのが塗ってあったりとかするけど当時はなかったらしくて、そこにちゃんとね青なら青とか何色っていうのを書いて、ないと使えないぐらい結構目が悪くなっちゃったらしいんですけど、今の研究だとその時その脱印象派っていうかその印象派を超えて何か新しい描き方を試したんじゃないかっていう考え方もあるんですね。そのうちの一部の絵がこんな感じで出てますね。美術館にもありましたね。ものすごく輪郭がぼやけててタイトル見ないとこれが橋なのかなとかっていうぐらいな感じ。あと精神的なね思いもあってタッチがねだいぶ変わってくるんですけど、その辺もね面白いんですよ。はい。で、結局最後にやったのがものすごいことで、もう彼はねもう本当にもう絵といえばモネだっていうぐらいの人になってるので、彼は最終的に国に絵を寄贈するっていう形で最終的に人生を終えるんですね。最後の作品というか、それがオランジェリー美術館っていうフランスにあるんですけど、楕円形の大広間2部屋分に睡蓮の花を4作連作ですねをバンバンバンって描いて、描いたのを寄贈だ国にお渡しするっていう形で、彼は画家としての生涯を終えるんですけど、すごいんです。あれ見てみたいなと思ってね、フランスにあるからぜひ見てみたいんですけど、僕見たことないんですよ。ウィキペディアとかでね出てるんでぜひ見てみてください。すごいからっていう感じです。ちょっと矢継ぎ早に言いましたけど、抜けてる絵ももちろんありますけど、僕なんかがねこの10分長章じゃ語れないぐらいいっぱい絵を描いてるんですけど、ものすごいですからぜひ見てみてください。あとね印象派って言ってもね彼一人じゃないので、何を求めていったかによってね違う絵がどんどんできてくるんですよ。例えばルノワールだと光をもちろん求めたんですけど、彼はラフですよね。女性の肌が美しいんだっつって、彼は彼なりの光の描き方をするんですよね。それもまた別の動画で語ろうと思うんですけど、あとマネとかもね、だからどういう印象を受けたかって、今みたいにデジカメで写真を撮って家で描くっていうのができない時代に、外に行ってその一瞬を人間の頭の中でどう映るか残すかで、その彼の思いをその1枚のキャンバスにどうやって残すかっていうね、すごいんですよ。ぜひね美術館に行ってみていただきたい、と思います。そんな感じの個人的なモネに関するお話でした。今後もね機会があればまた絵の画家さんの話とか芸術の話とかね僕大好きなんでやっていこうと思います。なのでこの動画がいいと思った人はライクボタン、あとチャンネル登録もねぜひよろしくお願いします。ということでトントントレインでモネの話でした。絵だけでは語れない歴史的背景とかをね見ていくとすごい面白いですから。あとゴッホとかをね、ゴッホはねモネの後の時代で印象派の影響を受けつつ彼は彼なりのね芸術を極めていった人なんですけど、またね機会があればご紹介したいと思います。ぜひ皆さん絵を見て芸術に触れてみてください。